今回は最新完売表更新、小川彩が完売まで残り1に対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。小川彩次で全完売いけるし悟り林も全完売できそうだな。ミーグリ、小川彩29完売、残り1。林ルナ25完売、残り5、佐藤理香22完売、残り8。まだ売ってたんだミーグリ。小川はこれから絶対伸びるから、長期的な目で見る必要がある。林は選抜に残すべきです。というかむしろ最前にすべきと考えます。喋れるし歌も歌えるしビジュアルもいいし残すべきだとは思うが3列目でも工事中に呼ばれてればいいだろう。むしろ UC の方が面白くなりそう。最善はない。完売成績が低い中で選抜ブーストかからないからアンダーが妥当。佐藤理香ちゃんを選抜にしてブーストかかるか試すか小川彩ちゃんを選抜にするかの2択です。山が責任持ってリリアのミーグリ買い占めてくれよ。リリアも完売なしなんだ。他はなんとなくわかるけど。リリアン昔はあれだけ人気面だったのに。3期マイナーメンバー名物特定日集中10日キャンペーンはリリアと吉田はやってないのか。リリアは押された時期、全盛期があるから、太く短く輝いた。3期ってこれで選抜枠6人にする必要性あるのかな。次から免除5人だけになるといいけど。おかしなは何がいけないんだろう。顔可愛いしバレエも上手いのに。岡本はそもそも露出が他の5期の半分程度だからこんなもんでしょ。あんだら参加できるようになったら人気出るよ。ルナチョス頑張ったな。小川はむしろもっと売れてても良さそうだと思うけど、とりあえず林が売れてよかったわ。あの歌唱力を選抜で活かさないのは小川と同じくらいもったいない。オタも学んだんだろ。握手ならともかく、岩本、筒井コースだと考えれば、急がなくてもいい判断だな。さすがに林のアンダー落ちはないだろうしセイミヤ一人だけアンダーに落とすのか選抜復帰させるのか。ヤクボは売れたんだ。北川ゆりちゃんなんかも最近は美人化してるから売れても良さげなのに。ゆうりちゃんってファン少ないの？大学がメインになってるからね。確かに費やしてもリターン少なそうな気はするかも。ゆりちゃん好きな人はそこそこいると思うけど、お客様気質のミーグリ勢には刺さらんのやろ。誕生祭の実行委員とか目に見えて少なかった気がする。今はわからないけど。北川は影山にクイズ枠あっさり行かれたしもう運営も諦めた感。いろはって絶対に対応悪くなさそうだけど、それでも売れないんだな。いろはちゃんは高校卒業するといい感じの大人の女性になりそう。やはりあの歌声は魅力的やわ。あやね、山下与田梅沢久保岩本、遠藤柿田村筒井早川弓木神奈川林柴田、井上菅原までの17人はほぼ確定。坂口尾赤で、3期枠、聖宮、聖域、佐藤里、人気上昇中、川崎、人気立教紺野レディ、伊予木、人気将来性、個人的には伊予木佐藤里聖宮入れた20人選抜でいいと思う。あやね、山下与田梅沢久保岩本、遠藤柿田村筒井早川弓木神奈川林柴田、井上菅原。弓木神奈川、4時間倍、筒井、5時間倍、柴田、6時間倍、林、9時でも30部完売できずの5人をアンダーへ。井上、2時間倍、川崎、3時間倍、池田、3時間倍、菅原、3時間倍、一ノ瀬、3時間倍、伊予木、3時間倍の6人を選抜へ。4期半分と5期をそのまま入れ替えると選抜がめっちゃ底上げになるけん。ミーグリだけで決めると日向みたいにオワコンになるだけ。もし架橋が入ったら岩本がアウトになるのかな？今ですら多いのに20人選抜とか。ほんとセンスないやついるんだな。小川屋は最年少だし期待の星だから別にいいけど残りは何してるん？最近ゆりちゃん気になってて押したいと思ってるんだけどあと一押しというか決め手がないわ。買ってみるべきかね。この中にセンター曲持ってて選抜経験ある面がいるらしい。5期生を抜きにしても異常に売れてんな、今作。たまちゃんでんちゃんはアンダーだろうな次は。5期生を大量投入でも面白い。
ミーグリの売り上げが高い順に選抜決めたらオワコンになるか。フロントを人気高い順に決めるのと変わらないのでは？人気順イコールミーグリ完売速度順じゃないからね。選抜が多いなんて言っての数人しかおらんマイノリティだけどな。坂口林を落としてセイミヤ5期を上げてくるのがこれまでの運営。運営がこれから変わることができるのかが焦点。5期に2、3次完売面が多いから今後選抜のハードル上がりそうだな。それはそれで選抜の戦力としてはいいことなんだけど。逆に言うとミーグリで差別化できなくなるんだからミーグリだけ売っても今まで以上に選抜に入れないってことだよ。5期と3期4期で同じ基準で選ぶわけないんだから全く影響ないよ。むしろ5期なんて新人ブーストで完売して当たり前よ。今作売れたのは新人ブーストプラスアスカ卒業ブーストってことか？売れたって CD 売り上げの話？そりゃアスカ卒業ブーストよ。ビルボード累計で前作からプラス13万ぐらいだからアスカ一人で初回版を10万以上売ってるはず。そう、CD 売り上げのこと。5期の新人ブースト完売して当たり前ってのは売り上げに入らないのか？5期が完売して当たり前なのは前作も同じ。5期9人が6部ずつ増えたのは3期生の免除分で相殺よ。どっかの金持ちが北川や黒見のミーグリ買い漁らせて2次完売したから選抜にしますとか言っても、お前ら文句言うやろ？ CD に握手券と得点つけて売った数字で2年連続レコ大取って文句言った乃木オタはいないのと一緒。おかしな面白いし間違いなく認知してくれるから完売ゼロはなさそうだな。小川売れてるのがいいね。5期上げ自体はまだ拙速なんだよ。乃木坂のベースなんだって意識がいいかな。もはや新入り外ではないかな。5期を見て一巡してからの回だな。小川全完売レベルなら文句なし。アスカが卒業だから明けカスとかでも購入した感じか。ブーストってか一般受けしたわけだな。俺も全盛期前やつ卒業 CD なら買っちゃうかもしれんしな。割引意識タイプはいらないな。ばあさんなんくせブスに売れる子いないから自分に都合悪かろうがけなげさを見せてよ。5期はもう新人ブーストではないぞ。5期の年長面はミーグリ売りに関しては4期よりはるかに有能。あなたがどう考えようと運営がいきなり5期を選抜に7人入れるとかあるわけないんだから、3期4期と5期のミーグリ完売速度なんか比べたって何の意味もないのよ。最低でもアンダー合流するまでは新人ブーストって言われるだろう。新人じゃなくなるまで言われる可能性もあるけど。ミーグリの売り上げ速度って一番わかりやすい人気順だと思うんだよな。なんか堅くなにそれ否定したがるやつが縛ってくるよね。乃木オタならミーグリが選抜に全く関係ないって思ってる人なんていないしミーグリが絶対って思ってるお前がアホなだけだぞ。林も理科も初の30部完売間違いないな。林もなんて前回18部フィニッシュ、前々回は1完売、その前は通算で1完売なのに化けたな。あーやはゴリ押ししないと選抜に入れない。問題は運営に筒井の時みたいに小川をひいきする印象が全くないことだな。まあ筒井は握手人気でも5番手だったからいきなり選抜でもギリギリ文句出ないレベルだったが。今考えると筒井じゃなくて早川か架橋ゴリ押しした方が利益になってたな。結局3番手が田村に落ち着くという体たらく。田村は最初から握手人気トップだったんだが何言ってんの？早川なんか最初の選抜に選ばれるわけないだろ。筒井を外すなら候補は田村架橋しかありえない。乃木坂は世代交代しないといけないグループだから年齢も大事。そもそも架橋は押そうとしたけど性格なんで押せなかっただけ。いずれにしても川崎は立教紺のレディっていうアドバンテージはあるからいいけど池田一ノ瀬の優先順位は低い。田村は人気もあり乃木坂でも小回りの利く有能面だからそれはそれで良かったんじゃないの。5期の角オタも選抜とアンダーに分かれるまでは必死だろうな。CD 売り上げってミーグリと得点で決まるよな。例えばアスカセンターでミーグリと得点なしだったら確実に売り上げ低いわけで。選抜なら誰がどのポジションでも影響しないのでは？選抜のフォーメーションで乃木坂のイメージが変わってくるんだから長い目で見ればポジションで影響するに決まってるじゃん。
それじゃあミーグリ売れる速度速い順に選抜入れた方が良くないか？速度速いということはそれだけ人気あるわけじゃん。一人一票の人気投票なら紛れは少ないけど AKB の総選挙とか日向見てればわかる通り少数の不当多で数字を上げられる仕組みには穴が多いってわかるでしょ。明らかにミーグリとその他の売上コンテンツで20代面と10代面で差がある。10代面は他の売上コンテンツでは強くてもミーグリ弱い面が多いからミーグリ基準で選抜組むと10代面がなかなか入れない。現状ミーグリで20代の人気面と対等にミーグリ完売させてるのが10代では井上菅原井沖の3人くらいだ。乃木の半数近くは10代なのにミーグリになると20代面ばかりが強くなる傾向にあるからそれを考慮しないといけない。井上と井沖のミーグリ対応スキルは天性のものだな。菅原のあっさり対応も好きだけど好みが分かれそう。どちらにせよ今のところ成人済みの人気面に負けないほどのミーグリ人気がある未成年は井上菅原井沖くらいだから。ミーグリ基準にしちゃうと未成年面がなかなかいい位置に行けない。そもそも世代交代考えたら5期は井上井沖菅原を優先しないと乃木坂が終わるからね。一ノ瀬川崎池田あたりは代わりがいる世代だから優先順は低くていいよ。一ノ瀬川崎池田は年長組でも人気があるなら選抜に入れて乃木坂の戦力にするに決まってるだろ。小川と美里井沖がこれからどれくらい人気出るか保証はないし。真夏もミーグリ販売予定的に30セカンドは参加しないだろうな。まさかバスラ1日目くらいでいきなり初披露とかあるかね。2月バスラ3月新曲発売パターンだと3年前みたいにバスラで初披露するんじゃないかとは思ってる。問題はアスカ卒コンが挟まることなんだよな。今の時点でアナウンスがないなら4月以降もありそう。だから33のプロモーション真っ最中にアスカ卒コンが挟まるでしょ。林は前回の神奈川弓木と比べると、ご祝儀ブーストがあるにもかかわらず時間かかったなという印象かな。まあ30セカンドで落ちることはまずないだろうけど。徐々に5期選抜が増えていくストーリーも大事だからな。とりあえず全完売するのなら悟りか1回は選抜入れてやれとも思う。楓から玉林と選抜入れたのならそれでも今年の3作目くらいには完全完売速度勝負にもなってるだろ。握手会時代はおっさんが中高生の肌に触れるという犯罪行為を合法的に行えたからな。理科も30部だと残り3回受付で8部埋めれれば全完売か。よくやったよ。4期神奈川までが確定で弓木、柴田、林はボーダーで入れ替えでいいわ。悟り選抜入れたらこの辺は抜く可能性あるだろ。5期を育てるために弓木の持ってるノウハウを欲しがってるから外れないと思うわ。乃木中なんかは弓木の周りは座席順まで変えてるからな。乃木坂の選抜は AKB の総選挙と基本的には同じ。コンセプトも総選挙の簡易版。生駒高山松村真夏見るだけで単純な総選挙じゃないことくらいわかるんだけど。堀もな。最初から乃木坂の選抜は AKB の総選挙。名前を発表してコメントさせるやり方も同じ。運営のさじ加減があるからといって総選挙ではないなんて話は歴史修正主義者のざれ言。おじいちゃん運営もバカじゃないんだから少しずつやり方を進化させてるんだよ。頑固な頭してるからついていけてないぞ。オタの心理は総選挙。Twitter で選抜入れるために積もうとか、完売つけるために特定の部をまとめて買おうとか、そんな発想自体が総選挙まんまだし、選抜行きたければ詰めとかその発想も総選挙。進化とか言ってるバカがいるけど、進化ではなく目立たなくしているだけ。生駒高山松村真夏堀江等の完売速度と選抜のポジションを照らし合わせてみるといいよ。明けかす流れの5かすなんだろうけど乃木坂は握手やミーグリだけでポジションは決まらないって簡単にわかるから。どの道遅かれ早かれ5期は8、9人は選抜入るよ。そんくらい人気も実力もビジュアルもある。以上、最新完売表更新、小川彩が完売まで残り1に対するオタたちの反応でした。悟りか全完売したら選抜入りあるかな？5期大量投入はなさそうだし可能性ありそう。良ければコメント、
高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。